10年間ほぼ毎週ジムに通い続けられてるのはいい習慣にかもしれないですね。本社長、なかなか悪い習慣というか、やめれないことがすごく多くてですね、タバコとかお酒とか、やめたいとは思うんですけど、ついついまたやってしまうんですね。本社長がなんか悪い習慣を直す際にされてることとか、断ち切る方法とかあったら教えてほしいんですけど。そうですね。前提はやっぱ人間基本は自分に甘いと思うんですよ。僕も正直自分に甘いなと、自分を律しきれてないなと思うことはたくさんあります。でも僕の中で究極は忘れる、なくす。例えば寝る前にスマホを見ちゃうんですと。どうしてもスマホを見てネットサーフィンしちゃって1時間ぐらいうようよして眠りについちゃうと。それってやっぱり睡眠にも良くないとか、究極はスマホなくしちゃえばいいじゃないですか。会社に忘れてこいと。そしたらないものは触れないんで、究極論これが一番ですね。例えばテレビ見ながらスマホ見ながらソファーで寝ちゃうんです。これ良くない習慣なんです。ソファー捨ててしまえと。そしたらソファーで寝るっていうことができないからみたいになっていくわけで、究極はなくす、忘れるですよね。だから本当にダメだなと思ってる時はできない環境設定をするが一番だと思いますよね。本社長がこれはやるべきだっていう風な習慣であったり、これは続けたいなって思うようなこと、例えばスポーツジムに通うとか、毎朝例えばウォーキングをするとか、そういったものを継続する時に何か決め事とかってありますか？自己の特性を生かすっていうことがやっぱ大事だと思っていて、自分だと例えば約束は守りたいんです。約束を破ることはしたくないんです。しかもこれ第三者に対してですね。自分に甘い時は自分の約束を破っちゃいそうになるんですけど、他人とした約束は基本守らなければならないみたいな思考があるのと、2つ目は割と負けず嫌いなんですよ。例えばそれを考えた時に具体的にじゃあ何をしてるかって考えると、まず一つ目は周りに宣言します。自分は〇〇しません、もうやめます。これは言ったことは守らなきゃっていうまず一つの思考特性。二つ目は何だったらルール作っちゃうと。これもだから一人だけじゃダメですよ。周りにも言うんですよ。作ったんだから守らないと。3つ目、共同作業にしてしまう。これは先ほど言った約束を守らなきゃとか、他人に迷惑をかけたくないっていう特性。で4つ目はやっぱ環境、競争する、負けたくないと。こんなようなのをセッティングしながらそういう環境を作ってしまうっていうのが過去やったことがあるのと、僕も同じようなことがあればすると思います。本社長が辞めてよかった習慣だったりとか、まず辞めたことによって仕事にすごくいい影響があった習慣とかってありますか？僕はもうお酒は得意じゃないんですけど、はい、どうしてもその20代の時とかは先輩に誘われたり、尊敬する人とか従業員も含めて飲みに行くとか、やっぱり若いからお前来いよみたいなのとか可愛がってもらって誘われたり、でもやっぱ行かなきゃいけないとか、むしろ本当はその人と行きたいとかあるわけですから。でもやっぱり30代になってからはあんま深酒はやめました。むしろ深酒になっちゃう時は次の日の予定もちゃんと加味して、深酒になって二日酔いになっても大丈夫な風にするとか、それでも多少どうしようもないとかありますけど、あんまり遅くまで起きるとかっていうのはやめたかもしれないですね。それによってやっぱり次の日のパフォーマンスがやっぱ変わってきたりとかっていうところですかね。やっぱり睡眠時間と、あとやっぱ睡眠の質みたいな話、今でもあんまりそこまで良くないとは思うんですけど、影響がやっぱり次の日の仕事っていうのはものすごく出るので。本社長がアップルさんを立ち上げられてから自然と習慣になっていることとか、意識して決め事として習慣にしてることがあったら教えてほしいんですけど。僕でも30歳の時にこれから年も取るし健康はやっぱ大事だし運動不足かなと思ってジムに行って、でこれは今もだから約10年ほぼ毎週は行ってますね。これなんでじゃあそれだけ長く行けてるかっていうと、やっぱこれもさっき言った約束なんですよ。皆さん多分24時間ジムとか行くと思うんですけど、確かに安いしいつでも行けるし、いつでも行けるものはいつも行かなくなるじゃないですか。僕もそういう経験があるんで、これダメだと思ってパーソナルやっぱ行くんですよね。高いんですけど、でもやっぱ確実に行くんですよ。行く理由はやっぱり相手の時間を取ってパーソナルトレーナーと約束してるからですよね。僕も商売やってるんで、いきなり当日にキャンセルされたら売り上げ減っちゃうとか、相手のために用意してた時間がぽっかり空いちゃうとか、キャンセルされまくってたら信頼をなくすとか、こういうのが僕に働くんで、10年間ほぼ毎週ジムに通い続けられてるのはいい習慣にかもしれない。10年はすごいですね。アップルさんの会社内で門司社長からなんですけど、会社として社員の皆さんに習慣にしてもらってることとかあれば教えていただきたいんですけど。弊社だとお客様と呼ぶはやっぱマストですよね。常日頃から他社から来た人が客がとか言ったらビビビビビみたいなお客さんがって
言ってもピピピピピみたいな、これは割ともう浸透しちゃってますかね。幹部とかは絶対お客様って言いますし、歴が長い人もやっぱり言いますし、言葉遣いっていうところを気をつけられる理由とかってなんかありますか？習慣になってしまうので、結局性格が変わる変わらないとかの前は習慣だと思うんですよね。言葉もやっぱり習慣になってしまって、悪い言葉を使っているとそれが習慣になって、もっと言うと究極性格になってしまうかもしれないということもたくさんあるので、気をつけてますよね。だからイメージですけど、こう客っていうのとお客様っていうと、やっぱりこうイメージ的にはお客様を大事にしてるかしてないかとかって印象も多分言ってる当人も目には見えないですけど感覚値が出ると思うんですね。客客って言ってたら客みたいな扱いをしてもいいとか、そういうもんだって多分インプットしちゃうと思うんですよ。でもお客様ってやってると、大事な存在だみたいなこう意識に多分自然となってくると思うんですよね。新卒で入ってきて先輩とか同僚の人たちがお客様って言ってるのを聞くだけでも、この会社はちゃんとお客様を大切にしてるんだなっていうのを、なんかすごくこう自然と認識できますよね。だからうちは言葉とか思考が多いかもしれないですね。例えばなんかバッていっぱい仕事が来た時にマジかやめろやめろと、今マジかって言っただろうみたいな、これは自分が評価されて期待されているから、頼りにされているからこの仕事が来るんだってまず思えみたいな、そこからじゃあどうするか考えようかってなると、やっぱ起点がそこから入ると冷静に対処できますし、前向きにこう取り組めるじゃないですか。どうしようもなかったとしても前向きに考えて、例えばまたお願いするとか協力してもらうとかできますけど、マジかなんで俺がやんなきゃいけないんだよって思考から入っちゃうと、やりたくないってもうインプットされちゃうんで、他の人に例えば協力してもらうにも、マジほんとさ、もういきなりさ上司からこんな仕事振られてマジ困ってんだけどほんと手伝ってよみたいな悪いことになっちゃうんですよね。思考の習慣と言葉の習慣は相互作用するので、これを気をつけさせることが一番大きいかもしれないですね。どの方からしても前向きに捉えてくれて、やりますやりますって言ってくれてる人と、マジかよっていう一発目のリアクションが違うだけで、なんか気持ちも全然違いますし、どっちにまた頼みたいかって言ったらポジティブに捉えてくれてる人に頼みたいって思うと思うので、そうですね。はい、素晴らしいなと思いました。改めてになるんですが、仕事の成果が出る悪習慣を断ち切る方法を最後まとめていただければと思います。究極は忘れる、なくす、あとは自己特性を生かすと、周りに宣言する、ルールを作る、共同作業にしてしまう、競争環境を作る、そのようなことです。このチャンネルでは現場の様子や研修、社内イベント、またビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また最後まで見ていただいたので、この動画もぜひいいねを押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。